人生は常に脅されている。もうたくさんだ。皆様の絶望と悲しみと怒りと嫉妬と不安と恐怖と拭いきれない薄汚い欲望とともに寄り添っていく優しい、世界一優しいチャンネル、ネガティブマンチャンネルへようこそということでね、さあ始まりました。今日はね、もう第何十何弾か忘れましたけれども、とにかくね、またね、労働反対ということに関してね、述べていこうと思います。そうね、このチャンネルは絶望に苦しむ、はたまたね、悲しみに暮れるさまざまなね、苦しんでいる人に常に寄り添っていく、そうネガティブマンが常に横にいますよ。ね、ある意味ホラーですけれどもね、そう何もできませんが常に苦しむあなたの横にいます。ということでね、そういつでもネガティブマンを呼んでください。気持ちの中でね。さそうね、労働こそ諸悪の根源である第何十弾かよね、後で調べます。そうね、労働してはいけません。そう特にね、そうこの間のね、全裸で髪を切るというね動画、18歳制限がかかりましてね、アダルトであるとね、お前気をつけろよみたいなね脅しを YouTube から受けましてね、あんなにモザイクを多用したのにね、世知辛い世の中ですね。それはそうとね、労働してはいけませんよ。若者たち、おじさんね、おばさんたちはもう十分よく分かってると思いますけれども、労働なんかしちゃいけません。そうね、マルクスもね、ニートをやりながらね、資本論を書いたというねことをね、先日知りましてね、ああさすがだなと思いましたね。そうなんですよ。ね、産業革命以降や産業革命以前もね、私たちは奴隷のようにね、ただただ時間を切り売りしてね、いかに格好つけて仕事とかね、なんかソーシャルワーカーとかね、そんなこと言ったところでね、奴隷に何ら変わりはないですね。捕まってない詐欺師であるコンサルとかね、ああいう連中もね、あれですよ、奴隷に他ならない高級奴隷ですね。ああいう意味のない高級奴隷たちは滅んでいただいて、そうですね、全く意味がないです。中抜き企業とかね、中抜き企業なんかもう一社もいらないですよね。これだって考えてみてくださいよ、ね、中抜き企業とかね、また奴隷売買企業ですよね。なんでしょう、派遣会社とかって、奴隷売買企業ですよ。奴隷売買企業は一社もいらないということを皆さん気づいていらっしゃいますか？一社もいらないんですよ。だってもうこれだけね、あれですか、通信技術が発達したわけですから、もうね、バッチリですよ。これだけネットが拡大したわけですからね、自分の会社でね、自分の奴隷労働会社で募集すればいいだけの話ですからね。奴隷を売買仲介する会社なんていらないんですよ。あんなのね、一社もいらないんですね。何のための通信ネットワーク時代なんだっていう話ですよね。そんなことが叫ばれて久しいのにね、今更ね、奴隷売買中抜き企業はいらないんです、一社もね。コンサル会社もいりません。コンサルってよくわかりませんよね。会社とか幹部、会社の社長とか幹部っていうのはなんでね、何も事情を知らないね会社のコンサルをしてね、なんかね、手でトイレを磨けとか言ったりとかね、掃除をいっぱいしなさいとかね、
なんかね、そんなんあれじゃないですか。ね。オカルト的なね、ことばっかり言ったりとかしてね。そんなん僕でも言えますよ、そんなんね。何の意味もないですよね。何の意味もないですよ。そう、なんでなんでしょうね。社長とか幹部で切り盛りする度胸がないんでしょうね。そう。なんか誰かに見て、誰かに評価して、ここがいいとか、ここが悪いとか言われたいだけなんでしょう。あいつらね。無能なんですよ、結局ね。まあ、そういうね、まあ、なぜ、そう、それは置いといて、ね、なぜ奴隷労働をしてはいけないのかっていうね、もう、何十回も繰り返してね、そう、同じことを僕は言いたいんですけど、やっぱり時間ですよね。時間の無駄なんですよ。そう。人生ってね、ここぐらいまで僕らね、これをご覧のおじさんおばさんに言わせればね、もうあっという間なんですよ。人生っていうのはね、正直なところ。特に奴隷労働をしているとあっという間です。そう。ね、好きな時に、ね、寝て好きな時に起きてっていうね、そして好きなことをやる。そういう凝縮したね、時間。だって、おじさんおばさんになれば短いはずですよ。ね、あっという間です。そう。ね、時間が長く感じるのは若い時だけですからね。皆さん。そう。そしてですよ。奴隷労働なんかしたら10年、20年あっという間ですからね。10年前の出来事がすごく新鮮に感じられるのにね、世界は目まぐるしくね、移り変わって、そう、流行り廃りもね、驚きますよね。いや、その、ね、少ないお賃金で少ない休日でね、何ができるっていうんですか。ね。何もできませんよ。で、あっという間にね、そして何千回ね、人によっては月曜日だったり火曜日だったりするのかもしれませんけれども、何千回、そうですよね。何千回ですよね。何十年も労働したら何千回嫌な仕事の初日を迎えるんでしょうね。僕はもう仕事の初日を迎えるたんびにね、もうこれを何度繰り返せばいいんだろうって思いますね。非常に嫌ですよね。そう。私みたいにもうね、頭のおかしい男であるというね、免罪符。そう、免罪符ですよね。免罪符。もうあいつに関わるのよそうよ。よしていこうよって言われるようなね、そういうもうアンタッチャブルな存在になってもなおね、めんどくさいですからね。そう。もう別に誰に気を使う必要もないのに嫌ですからね。私、労働行くのね。本当に嫌ですから。何千回繰り返せばいいんだと。そして帰ってきたらね、1週間帰ってきたら、あれですよね。そう。まあ私はあんまりシャワー浴びませんが、今日は浴びましたけど、ろくにね、時間が取れないわけですよ。ろくに取れない。そうね。そう、こんなね、動画をね、一本撮るのがせいぜいですよ。せいぜい。これね、人間は他にやることがたくさんあります。そう。こんなのでね、子育てもしたらいいとかね、なんか重い責任を背負って、ね、高級奴隷目指すなんてバカバカしいにも程がありますよね。程があります。そう。とにかく時間の無駄だってことですよ。そう。そして第二にやっぱり言いたいのは、私なんか最近の悩みとしてね、そう、最近ね、新しい運動靴を買おうと思ってるんですよ。なぜならね、やっぱりね、足が痛いんですね。そう。奴隷労働の末に足裏筋膜炎になっているんですね。そう。それを一時的に癒すストレッチは知ってるんですけれどもね。いや、今日も散々やってきましたけれど、結局ね、やっぱりこう、対処療法に過ぎないですね。だからこう、なんかこう、足が痛くならないような靴がないのかなってね、今、ネットで必死になって探しています。ね、そう。探せば探すほどドツボにはまってね、もうカッコつけてられませんからね、何かいい靴があるんじゃないのかっていうね、もうそういうところまで来てるわけです。何が言いたいか、つまり体を壊すんですよ。労働っていうのはね、そう。非常に不愉快ですよね。そう。
いやいややってるのに健康も害するわけですよね。そう、健康も害しながら、痛い思いをしながら、非常に不愉快な気持ちでですよ、一日の半分ぐらいを労働に費やすっていう、この全く無駄な時間ですよね。そうね、親ガチャ成功してる人たちはね、そう1ミリも労働してはいけないし、成功してない人たちはね、もういろんな手を使ってね、こう病気を捏造してでもね、手帳をもらったりとかしてね、なんとか生活保護を受けてね、ナチュラルベーシックインカムにね、具体的に走り出した方がいいと。私もね、もうね、この労働をやめたらもうね、労働する気はないですもんね。どうしてもお金がなくなったりね、生活保護が下りなかったらもうね、死するべきね、座して死を待とうと思います。それぐらいね、やっぱり労働に殺されてきた人生でしたからね。結局ね、労働っていうのはやっぱり才能も潰しますよね。私なんか別に才能があったとは思えませんけれども、少なくともね、なんて言うんでしょう、自分の才能を試すっていうことすらできないわけですよ。日々の労働に潰されてね。労働をしながら勉強を積むとかね、そんなおとぎ話ですからね、皆さん。そう、これをご覧のね、若者たち、おとぎ話ですよ。まともな労働というものに日々忙殺されているのならばね、日々忙殺されているおじさんおばさん、これをご覧のね、お姉さんお兄さんはね、よく分かってくれると思いますけどね。こんな労働をしながら司法試験が、いや難しい電気技師の試験がとかね、なんかいろんな勉強できますかって話ですよね。そうできないんですよ。だって日々の労働に疲れ切ってるわけですからね。そこからまたひどい労働をした後にまた頭を使ったりとかね、眠たいのにみたいなね、もうちっともいいことなんかないんですよ。そんなんで頭に入るわけがないんですね。そんな労力もないですしね。もうね、ぜひともね、全世界の労働者やね、まだまだ学生たちにね、労働してない学生たちに言いたいのはね、労働してはいけないってことなんですね。それで結局ね、労働の何がバカバカしいかっていうのはね、結局他人のね、懐を潤すだけなんですね。結局のところ、資本家、ね、株主、ね、同じですけどね。資本家と、なんて言うんでしょうね。資本家の顔色を伺いながらも、奴隷たちを安くこき使って、いっぱいお金を抜いてやろうっていうね、経営者陣のね、もうね、これでもかっていうぐらい吸い尽くされてるだけなんですね。己の時間を捧げつつね、本来もらうべきであろうお金の半分ぐらいは持っていかれてるわけですよ。そのお金のまた半分を国が税金で持っていくわけですね。本来もらうべきお賃金の4分の1ぐらいしか私たちはね、もらってないんですよ。そんなもんなんです。ね、これがバカバカしくなくて何がバカバカしいのかっていうぐらいそうなんですよ。ね。それで日本人、まあ日本だけで言えばね、もう日本じゃないと思ってますけどね、私なんかはね。もう外国人がたくさんね、エッセンシャルワーカーみたいなね、ところにいっぱい入ってきて、どんどんお賃金はね、下降線というか現状維持ですよね。底辺であればあるほどね、外国人のね、流入というのはね、全くプラスに働きませんからね。ね。そりゃそうですよ。ね。難民でも移民でもね、こう力を合わせて昔の日本のようにね、こう
貧乏でも力を合わせて各人融通するみたいな組織の中にいる連中にね、勝てるわけがないんですよ。彼らは彼らでね、そう、組織だった。またはファミリーだったね。そう。結構充実したね、いろんなものを回してね、いろんなものを仲間内で回してね、そうどんどん成長拡大していく。まあこの国そうですね、10年持てばいいんじゃないですかね。僕の中では5年も経たずに3割ぐらいは3割4割ぐらいは外国人になるんじゃないですかね。もうひどいですよ。私東京で、もう東京はひどい。もう外国人だらけですよ。終わってますね、この国はね。そう。そして真面目に労働する者だけが損をするんですね。そう。ですからいかにニートになるか、いかに無職になるか、いかにね、そう、この国のベーシックインカム的なものをね、むしり取るかっていうことに集中した方がいいですよ、皆さんね。そう。どうせ外国へ行くほどのね、気力も体力もね、言語力もないわけですから、我々。そう。何を話したの。そう。だからもうね、そう。まあ、だから結局労働すれば負けだってことですよね。そう、負けです。労働はね、負けなんですよ。どうですか今日はね、そう、とある人物から、そう、ぶどうですね。そう、酸っぱいぶどう。ね、そう、みんなが楽しんでいるいろいろな楽しいことは酸っぱいぶどうであるとね、諦めて、ぶどうの食べ方がわからない。ね。これこそがこれこそが底辺ですよね。本当にわからない。だからこれ皮を剥いた方がいいんだよ。皮は最終的に出せばいいんですか。こうね。高級フルーツなど食べたことのない男がぶどう、これ食べていいような気がするんですけどね。ダメなんですかね。さっぱりわかんない。食べていいような気がするんだよ。まあ、とにかくね、こういうことですよ。ね。ずっと底辺労働してたらね、ぶどうを買ってね、こうやって食べるみたいな、そんなことあるわけがないんですよ、人生にね。そんな場面がないんですから。そう。他人の幸せは酸っぱいぶどうに違いない。ね。だから僕は食べないっていう痩せ我慢をし続けた結果がね、もう何もやる気が起きない、体力もないみたいなね、あれですよ。孤独な労働おじの完成ですよ。だから労働しちゃダメだってことです。いや、わかりましたね、今ね。くしくも図らずもね、今本当に僕はブドウの食い方が分からずにね、そう、これがね、ネズミに足をかじられる家で育ったね、男の末路ですよね。だから労働しちゃダメだって言ってるわけですよ。そうね、意地でもしてはいけないということをね、最後に申し述べてね、そうなんですよ。悲しいですね。ね、こんなはずじゃなかったですね。そう。皆さんこれ、ぶどうはどうやって食べるのか教えてください、皆さんね。とても甘くて美味しいです。酸っぱくはないですね。ただ、皮まで食べていいのかわからない。食べれそうなんだけどな。
ブドウを食べるルールがわからない。ね。これが労働を何十年もやった男の末路ですからね、皆さん。よくこの悲しい場面を見ておいてください。まあね、そう、時間論だったり、いろんなことね、労働してはいけない話をしてきましたけど、そうですね。まあね、しかし労働しなければ食っていけない。私たちは食うために労働しているのか、労働するために食っているのかが、時々わからなくなりますね。なぜなら、労働するためには体調を整えないといけないじゃないですか。そうするとですよ、あんまり食いすぎちゃいけないな、とかね。もう、いや、ここは、ね、食欲がないけど食っておくべきだ。じゃないと倒れちゃうみたいなね。もう、労働に振り回されるんですよ。食事ですら。こんなバカバカしいことが世の中にありますかね。なんで労働に気を使わないといけないんですか。労働に気を使って、ね、体調を整えるためにラーメンはやめとこうとかね。そう。寝る前にいっぱい食べちゃダメだなとかね。そう。もうね、私たちは常にね、こう労働奴隷として労働に脅されているね。っていう生活を何十年も続けた結果ですよ。ね、ブドウの食い方もわからない。ね、もはや体力も、ね、体が壊れかけてね、足にいい運動靴を探す羽目になっている。それがね、あれですよ。末路ですよ。情けない男の末路ですよね。いかに労働しちゃいけないのかっていうことが分かっていただけだと思いますね。今日はね、ちょっとね、頭のキレが悪いですからあれですけれどもね、また次回もね、労働こそ諸悪の根源であるということをね、皆さんにね、強くね、訴えかけていきたいと思います。それではまたお会いいたしましょう。明日にも今日にも世界が滅びますように。ね、そう、このチャンネルは世界を滅ぼすチャンネルですからね。そう、滅びればいいんですもんね。あらゆる悩みや苦しみっていうのはこの世界が滅びればいいわけですからね。そしたらね、クソどももまた同じようなクソである私もね、無産無償してしまえばそこに悩みなどあろうはずがないわけですから。ネガティブマンでした。